ナ・リーグ西地区でのドジャース対パドレスの緊迫した試合が終わった直後、いつものようにクラブハウスへ引き上げる代わりに、大谷翔平はグラウンドの片付けをしていたスタッフが思わず作業の手を止めてしまうような行動に出た。彼はチームメイトと行動を共にせず、突然進路を変え、両腕に物を抱えたまま相手のダグアウトへまっすぐ歩いていった。激しい9イニングの余韻がまだ空気に残る中、両チームは不要な衝突を避けるため反射的にすぐに距離を取って別行動になるのが常だ。では大谷は何を持っていたのか。そしてその流れに逆らう行動は両チームの対立的な空気をどのように誰も予想しなかった形で変えていったのだろうか。その対象が一気に表に出たのは、試合後の短いインタビューが一通り終わり、人の流れがまばらになり始めた頃だった。大谷は歩み寄り、その手には麦わら帽子とイベント、ワンピースナイトの記念グッズがいくつも抱えられていた。ためらいは一切なく、そのままサンディエゴパドレスのダグアウト入り口へ直行した。片付けをしていた相手チームの数人の選手が顔を上げ、数秒間動きを止めた。ライバル球団の選手が自分たちのエリアの目の前に現れ、何が起きているのかすぐには理解できない様子だった。最初の驚きはすぐに好奇心へと変わる。ある選手が大谷の持つ麦わら帽子を指さし、別の選手が大きく笑いながら、それで数は足りるのかと声を飛ばす。さらに数人のパドレスの選手が近づいてくる。これまで緊張した試合後に厳格に保たれてきた見えない距離が少しずつ崩れ始めていた。周りに人が集まり、期待に満ちた様子で囲まれ始めたのを見て、大谷は笑った。軽く手を上げて距離を保つよう合図し、短くこう言った。順番にね、みんなあるよ。その口調は終始落ち着いており、まるでこの状況を最初から想定して準備していたかのようだった。パドレス側の反応はほぼ即座だった。選手たちは互いに顔を見合わせて笑い、自発的に一歩下がる。そしてダグアウトの内側に短い縦一列の列を作り始めた。ついさっきまで戦術や声の応酬に満ちていたその一角が、即席のプレゼント待ちの列へと変わっていく。大谷は配り始めた。一つ一つ丁寧に麦わら帽子を取り出し、相手の頭に自らかぶせることもあれば、小さな記念グッズを手渡して一言二言言葉を交わすこともある。それぞれのやりとりは数秒に過ぎないが、その直後には笑い声が上がる。受け取った選手はすぐ後ろのチームメイトに見せていた。ポケットからスマートフォンが次々と取り出される。列に並んでいる選手たち自身が様々な角度の映像を撮り始めた。ほんの数分の間に、同地区で直接争っている両チームの選手たちが隣り合い、まるで祭りの中にいるかのように楽しげにプレゼントを待つ光景が生まれ、つい先ほどまでグラウンドで起きていたこととは全く異なる空気が広がっていた。その後の解説ポッドキャストで、ベン・バーランダーはこの出来事の中で最も印象に残った点にすぐ切り込んだ。敗れた直後に、相手チームの選手たちが数分で、ファンのようになるなんて、そんなことを起こせる人間は世界でもほとんどいないとバーランダーは切り出す。このスポーツの現実を考えてみてほしい。普通は試合が終わった後、特にあんな緊張感のある試合なら、どの選手も同じ反応をする。荷物をまとめて、そのまま通路に向かう。とにかく早くクラブハウスに消えて、ドアを閉めて、ユニフォームを脱いで、外で起きたことを忘れたい。特に負けた側ならなおさらだ。フィールドに残って交流したり、何かをしたりしようとは誰も思わない。司会者が当時のダグアウトの様子に触れると、バーランダーは続けた。でもあの日は全く違った。見ればわかる通り、彼らは避けもしないし、立ち去りもしなかった。本当にそこに残って、笑い合って、そして自分たちで列を作ったんだ。ダグアウトの中に縦一列の列をね。まるでその数分間だけは、お互いがライバルだったことを忘れてしまったかのようだった。15分前までの緊迫した投球や激しい競り合いも忘れて、ただ順番を待っているだけだった。なぜこれほど自然にその状況が生まれたのかについて、バーランダーはさらにこう説明した。多くの人はプレゼントの面白さに注目するけど、この瞬間を特別にしているのは物じゃないと思う。帽子そのものじゃない。そこに立っている時の佇まいなんだ。
大谷がそこに立っている様子を見てほしい。落ち着いていて、辛抱強くて、上から目線の雰囲気は一切ない。ただプレゼントを持ってきて配っているだけ。その自然さが、みんなに安心感を与えて近づかせたんだ。そして締めくくりにこう語った。野球ではチームに勝つことはできる。三振を奪うことも、ホームランで勝利を決めることもできる。でも、その相手チームに笑顔で近づいてきてもらうこと。それは全く別次元のレベルだ。その後間もなく行われた囲み取材で、フレディ・フリーマンもこの場面について自身の見方を語った。ワンピースナイトが、結果的に僕たち全員を子供みたいにしたんだ。そして大谷はちょうどいいタイミングで火をつけたんだ、とフリーマンは言う。正直、試合が終わった直後は、みんな最初は、フール、って言おうとしていた。つまり、僕たちはプロの選手だからね。試合を終えたばかりの時は、ある程度距離を保って、いつもの真剣で集中した雰囲気を保とうとする。わかるだろう。誰だって、終わった直後に浮かれすぎたり、その空気を壊したりはしたくないんだ。記者が選手たちの態度が変わり始めた瞬間について尋ねると、彼はこう振り返った。でも翔平の手にあの麦わら帽子が見えた瞬間、すべてが一気に変わった。みんなすぐに仲間を呼び合い始めた。名前を呼ぶ声や、向こうのダグアウトから聞こえる笑い声がはっきり聞こえた。そしてごく自然な反応みたいに、そのまま並び始めたんだ。もう誰もクールでいようとか、さっきまで戦っていた相手として距離を保とうなんて気にしていなかった。まるで学校のイベントでプレゼントを配られるのを楽しみに待つ生徒たちみたいだったよ。さらに当時の空気の革新についてこう続けた。あの数分間は、誰も勝ち負けのことなんて考えていなかった。試合のスコア、ミスしたプレー、順位表、全部後ろに置き去りにされた。ただ一緒に分かち合うシンプルな楽しさに集中していたんだ。一人の選手がたくさんのものを抱えて相手チームのエリアに入り、プレゼントを配るなんて、この環境では毎日見られるようなことじゃない。そしてまさにそれが、すべての壁を取り払ったんだ。フリーマンは最後にこうまとめた。僕たちは時々、このリーグの激しい競争に飲み込まれすぎることがある。でも、ある種の、もの、いや正確には、瞬間が、大人であることを忘れさせることがあるんだ。それが僕たちを近づけて、結局のところ、みんなが同じとても素朴な喜びを共有しているんだと思い出させてくれる。